くり言うとお口の中の外科的な処置を専門として行うかのことを口腔外科と言いますので、通常の開業医の歯医者さんでやってもらっているようなことはちょっと私たちはできないんですね。もう専門は専門ですので、入れ歯の専門は開業医の先生たちにお任せをするという形をとっています。今見ていただいた中で、口腔外科の中での今日のお話、粘膜疾患というところと悪性腫瘍、がんですねについてのお話をします。でここで粘膜疾患って何なの、粘膜の病気ですけれども、なぜこれを一緒にお話しするかというところも含めてお話を進めていかせてもらいたいと思います。さて、口腔がんですね。お口の中にできるがん、ちょっと2015年で古いんですけれども、だいたい年間何人ぐらいいると思いますかね。さっぱり分かんないですよね。私も他のがん、例えば聞かれてどうだろうと思うことあります。これ7800人いると言われてます。でこれが多いのか少ないのかっていうところです。でがんって大腸がんだったり乳がんだったり、よく聞くがん、肺がんだったりありますけれども、それらの中で口腔がんって実は 2% 程度しかないです。なので例えばご友人、ご家族の中でも口腔がん、舌がんになったっていう方あんまりいらっしゃらない方が多いかなと思います。大腸がん、乳がんとかの方がやっぱりメジャーですね。なので少し希少ながんですと。男性と女性では男性の方が多いと言われています。何歳が多いかなと言いますと、これがですね、60歳代が最も多いと言われています。これ高齢化社会になっているのもあるんですけれども、若い方にはやはりできづらいと言われていますね。で治療法、いろいろ治療法、大腸がん、乳がん、いろんながんでもありますけれども、口腔がんの場合は手術をするのが基本第一選択です。どのような状態でも基本は手術ができるかできないか、もうできればしましょうというのが口腔がんの特徴だと思ってください。どんな人に多いんですか、何が原因でしょうかというところですね。結局これ何が原因かはわからないです。分かればそれを防げばいいだけなので、原因はやはりわからないんですけれども、どんな方がなりやすいかということは出てきてます。ここにお書きしてますね。アルコールとかタバコが好きな方、お口の中が少し汚れている方、虫歯を放置している方、これは虫歯が痛くなっちゃうからということよりも、虫歯を放置して尖ってくると粘膜を傷つけてしまうからということです。あとは入れ歯とか差し歯が粘膜に当たることによって傷をつけてしまう。このような方が口腔がんになりやすいと言われていますので、口腔がんになりやすい三大要因っていうのがあります。これがですね、この3つです。タバコとお酒、アルコールですと、機械的な刺激、粘膜を傷つけちゃったり、この3つが口腔がんができる三大要因と言われています。ちょっとそれぞれを見ていきたいと思います。タバコです。ぐちゃぐちゃ書いてますけれども、皆さんよくタバコのことも、今メディアでやってますのでご存知だと思いますけど、いろんな化学物質が含まれてますので、それが粘膜に直接刺激を加えることによってがん化をしやすいと言われています。白板症って書いてありますけど、これまたちょっと覚えておいてもらって、でタバコを吸ってる方、吸わない方と比べてどのぐらいがんになりやすいか、口腔がですねなりやすいかと言いますと、2倍から18倍タバコを吸っている方は口腔がんになりやすいと言われています。要はタバコは良くないですねという話ですね。で次、お酒、アルコールですね。お酒を飲んでいる方はお酒を飲まない人に比べて何倍ぐらい口腔がんになりやすいでしょうかというと、これも意外とあります。お酒を飲む人は約6倍口腔がんになりやすいと言われています。実はこれ口腔がんになりやすい病気っていうのはもともとあるんです。これね、ちょっと難しいんですけど、口腔潜在的悪性疾患って言います。お口の中にもともと潜在的に悪性の病気がありますねっていうものです。これ前は前がん病変とか前がん状態って言われていて、お聞きいただいている方もいらっしゃるかもしれないですけど、今はこの口腔潜在的悪性疾患って呼ばれるものがあります。でこれがあるとがんになりやすいって
って言われるものがもともと存在してます。